はい、スリープリークス宮川です。前回に引き続き、今回もアコースティックギターのループ素材をカットアップする、そちらの解説の方を行っていきたいと思います。まずは前の動画で制作を行った部分をもう一度聞いてみましょう。次にここからですね、ピッチを変更したサンプルを入れていきたいと思います。この4拍目のこちらですね、隙間が空いてますので、ここにですね、手前のオーディオ3ですね。このサンプルをピッチを変更したものを入れてあげようと。で、同じようにセルを選択してコピーして空いているところに貼り付けてあげると。そしてチューニングですね。ピッチの方はバッテリー4こちらにチューンとありますので、こちらを変更していきます。そうですね。今回は完全5度ぐらい上げておきましょうか。完全5度上のサンプルができた形ですね。こちらを配置していきます。ポジションが D2 ですので D2 にノートを置いていきます。ただこちら、このようにサンプルスピードはかなり速くなってしまってますので、そういった場合ですね、こちらエンジンの中のサンプラーをストレッチに変更と。これでスピードの方を調整できますね。遅くした場合は左側に下げていくと。かなり遅くなりましたね。このぐらいにしておきましょうか。で、一度聞いてみましょう。リズムの方揃いましたけども、なんていうかフレーズ自体がこうマンネリになっている感じがしますので、こちらですね、16本分開けて再生しましょうかね。こちらの方が自然に聞こえるかなって感じがしますね。もう一つですね、パン情報を変えてあげるという、こちらのテクニックもありまして、例えばこの最初に出てくる32分音符の3連符ですね。スタッターのような箇所の部分を、一音一音パンを書いていくと。こういったことをやってみようかなと思います。もちろんこのセルの方ですね、こちらをコピーしたものを一つ一つパン情報を別々でアサインしてもいいんですけれども、せっかくバッテリー4を使っているってことなので、今回バッテリー4に搭載されているモジュレーション、こちらですね、でパン情報をコントロールしていきたいなと思います。C3 のサンプルですね。今回動かしたい C3 のサンプルを選択して、こちらですね。このサンプルを選択した状態でモジュレーションを見ると。そして LF4 を使っていきましょうかね。LF4 でパルス波でいきましょうか。パルス波にしてシンクを32分音符のトリプルと。これで一音一音 LF4 に同期して変化をもたらすことができるんですけれども、その際にリトリガーがついていると毎回同じポイントになってしまいますので、リトリガーを外してあげると。この状態でモジュレーションスロッツに行って LF41 番。こちらの L4 をこの C3 のですね、パンにアサインしていくわけですね。L41 番をパンに設定と。この状態で一度聞いてみましょう。少しパンの変化の幅が大きいかなって場合は、こちらのですね、スライダーの方を下げてあげると。パン情報が変わるだけでもかなりこの部分が目立つようになりましたね。バッテリー4はですね、こちら内蔵されているエフェクトの数もかなり多いので、こういったものをですね、サンプル一つ一つにですね、バラバラに設定していっても面白い効果が得られるのではないかと思います。こちら C4 のセルですね。同じ音が2回繰り返されている2回目は少し音の質感を変えてあげたいなということで、こちらにフィルターをかけていきましょう。ローパスかけてみましょうかね。ローパスだけではかなりこもってきて聞きづらくなってしまう部分あるので、ローパスをかけた後にローファイで少しこちらがサンプルレートですね、落としてザラザラさせてあげるという形も面白いんじゃないかなと思います。聞いてみましょう。もう少しザラつきがあってもいいかなと思いますので、サンプルレート下げてあげると。そうですね、このような形でエフェクトの対応していっても面白いのではないかなと思います。今回元々からかなり変わってしまった形になりましたけども、あまり機械的とか不自然な感じにしたくない場合とかですね、元々をちゃんと入れてあげて、その上に今回エディットしたような音を重ねてあげるのもいいんじゃないかなと思います。今回のカットアップショーにつきましては、アコースティックギターだけではなくて、ピアノやグロッケンなどの音が緩やかに減衰する形を持つ楽器ですね。そういった音色につきましては有効かと思いますので、ぜひいろいろ試してみていただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。
こんな動画があると嬉しい、こんな企画を開催してほしい、この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。